使命を持って生きることは幸せなのか不幸せなのか、その答えはわからないけど、これだけは言える。僕の人生は僕のものだ。生きる目的は自分で決めるし、誰かに敷かれたレールの上を疑いなく走るような真似はしたくない。だってみんなそうだったから。僕が見てきた6つの時代、6つの世界は、それぞれ全く違うノリだったけど、根底にあるプライドだけは一貫して同じだった。我を思う、ゆえに我あり。俺はこうだ、私はこうだと、全身全霊で叫ぶこと。自分の生き方を見つけて、信じ、貫くことに命をかける。それが人間で、それが世界。一人一人が持っている色を合わせて描く、神羅万象という万華鏡だ。人には歴史があって、ドラマがある。身分や力の有無に関係なく、みんなが自分の人生という物語の主人公で、だから僕も、そうありたいし、そうあるべきだと思ったんだ。この何もない場所でたった一人。他人のドラマを延々と見続けて、僕は僕のドラマを考え始めた。主人公として胸を張れる自分自身になりたかったから、これからのためにその過程をもう一度見つめ直してみようと思う。最初の時代は悲劇だった。当時の僕は生まれたばかりで何も分かっていなかったけど、あれは歴代でもかなり嫌な世界だったと今なら言える。まず単純に人が死にすぎだ。対立する2つの勢力が常に争い、血で血を洗う戦争が何万年も終わらなかった。宇宙規模で繰り返される白と黒の殺し合い。善悪二元と僕はこの時代を呼んでいるけど、もちろん深い意味はない。善悪の定義なんて学者が考えるようなことはお呼びじゃない時代だった。決して相入れない精神性の連中がそれぞれ善と悪を名乗っていたから、僕もそう呼んでいるだけに過ぎない。ただ傾向として善を名乗る奴らはすさんでいたし危なかった。容姿はむごく汚れていて、心根は憎悪と怨念にまみれていた。敵も自分も破壊し尽くし、後には呪いしか残さない。そんな善側に比べると、悪は綺麗で絢爛だった。まばゆいばかりの美男美女が優雅に微笑んで自ままに振る舞う。数億単位の人間を虐殺しようが、星を食らう星なんて魔物を生み出そうが、彼らに邪気はみじんもない。破滅工房とか殺人鬼とか堅能な異名で呼ばれながらも、悪の頂点に君臨する7人の魔王たちは終始一貫して華やかだった。悪党ほどよく笑い、正義の味方ほどよく怒る。そんな時代でそんな法則だったんだろう。それがきつい皮肉だって今の僕はわかるから、この始まりの世界は意地が悪いと言ったんだ。生まれてからずっと無感動で無責任な観客でしかなかった僕。すべてを俯瞰できる場所でたった一人、他人のドラマという映画をぼんやりと眺めているだけだった僕。そんな自分が初めて劇中の人物に胸をつかまれた日のことは忘れない。あれを教師と呼びたくはないけれど、彼は誠実なまでに強かった。死ねえ、死ねえ、呼吸をしていいと誰が言った。そいつは始まりの時代で善を名乗る集団の一人だった。けどその中でも明らかに異質だった。殺意が違う、憤怒が違う、怨嗟が違う、背負う呪いの桁が違う。善側の連中が総じて破滅的だったのは事実だけど、彼は完全に図抜けていた。いや、怨念以外は何も持ち合わせていなかったと言えるかもしれない。そして怨念だけを武器に戦い続けた。彼より格上の敵や味方はいくらでもいたというのに、いつもたった一人で最悪の修羅場に突撃する。バカだ、おかしい、どうかしている。僕が初めて持った感情は彼に対する呆れと侮蔑の念だったけど、
それは次の瞬間に驚愕へと変えられた。悪はどこだ、クズはどこだ、一匹残らず滅ぼしてやる。彼は死なない。彼は負けない。どれだけ絶望的な状況でも生き残り、そして殺す。道理をねじ曲げ、人知を超え、文字通り剣一本で神の領域まで攻め上がっていく。冥府魔道、6つの時代全てを合わせても、この始まりの時代に生まれた彼以上に戦い続け、殺し続けた者はいない。殴られ、えぐられ、切り刻まれ、殴り、えぐって切り刻む。流した血と浴びた血の量は他の追随を許さない。相手の目を見て断末魔を引きながら一つの宇宙を絶滅させたにもかかわらず、善ではないならば結構。俺は悪を食らう悪となる。恥も悔いも一切抱かない無残無気。殺戮の荒野に一人立つか。武の究極だな。私の方下にお前のような男が生まれたことを嬉しく思う。さあ撃つがいい。次はお前の番だ。そうして始まりの時代は終わりを迎えた。神を殺しその座を奪った男は二代目の神になった。名は無惨。彼の法はその一言に集約される。我が慶子、我が打天の園に生まれた者らよ。恥じるな、悔いるな。無残無気、罪と罰を抱いて生きろ。それが人だ。無惨の時代は悪を食らう悪の楽園。要するに混沌だった。全ての生命が現在という業を抱いて罰となる苦界に生きる。この世界に善人なんてものは存在せず、利益や快楽のために他人を貪る弱肉強食。力こそが正義であり、反省なんか誰もしない。むき出しの欲望が肯定される世界は文明の発展を促し、比例して生まれる新たな罪が長量跋扈を繰り返す。まるで乱熟した果実のように甘い腐臭を放ちながら燃える様は地獄的で、だけど魅力的なパラダイスでもあった。事実、始まりの時代に比べれば活力のある世の中で笑顔の数も多かったろう。恥も悔いもないのだから嘆くこともやはりない。力こそが正義なら、力があるやつには楽しい時代だ。さらに強いやつからやられてもそれはそれと割り切るのが普通となっていて潔い。一種知れた世の中だから、知れた奴らのランチキ騒ぎはお祭りみたいで賑やかだった。無惨自身が言ったように、それが人間らしいということかもしれない。そしてだからこそと言うべきだろうか、戦乱という人の業から無惨が生まれたように、欲望の果てという人の業から次の男が誕生した。映画を極めた科学技術の摩天楼を背負い、文字通り天に戦いを挑んだ男。罪の浄化だ。私はそのために生きる。この世界からあらゆる汚れを拭い去ろう。その男は激怒していた。かつての無惨と同じように悪という悪を絶滅させると誓っていた。カエルの子はカエルというやつだろう。あまりに掃除したその精神性は親子の因果というものを僕に感じさせざるを得なかった。もちろん本当に血縁関係というわけじゃない。だけど神は万物の父であり母でもある。宇宙の全てが神の一部である以上、この男も無惨の一部で無惨の子供には違いない。そういう意味で最も濃く父親の血を受け継いでいるのがこいつだった。愚かなり神よ。
お前の方は間違っている。このように壊れた世界、過ちは正さなければならないだろう。彼が持って生まれた罪は傲慢。天上天下に唯我独尊を疑わず、自分こそが絶対の善で絶対に正しい。それを証明するためならどんなことでもしてみせる。恥じない、悔いない、詫びる言葉なんかそもそもない。なぜなら自分は正しいから。自分の方のみを信じているから。狂気すら振り切って神域に至るほどの傲慢という無残無気。無限在の汚れなき神節のごとき魂を作ろう。まるで神の所業だが問題あるまい。天のお方は汚れている。そこには私の方がふさわしい。彼は自らが創造した生体兵器を操って大浄化という名の大破壊を行った。それはまさしく悪を喰らう悪の所業に他ならない。戦士だった無惨は剣一本で宇宙を絶滅させるに至ったが、彼は兵器を駆使して間接的に行おうとした。でも本質的には変わらない。実行するのが腕力か知力かというだけの違いだろう。だからこの二人は本当によく似ていたんだ。ようこそネロス・サタナイル。お前のことはよく知っている。俺は無惨。お前たちの祖にあたるものだ。サタナイル、後に三代目の神となる男に向けて無惨は嬉しそうに笑っていた。この時を待っていたとでも言うかのように。汚れた世を正したいか。罪深い者どもを許せんか。すべての悪を浄滅し善なる地平を恋願っているのだろう。だが汚物どもを排除するためお前も血に染まっていく。やがて純白の世界を創造した時、最後に残るのはお前自身という究極のオダクだけ。罪と罰のそれが連鎖ならばどうする。そのお利口な頭は何のためにある。俺と同じ理想を抱き、俺とは違う地平を築け。お前だからこそできる。お前だからこその楽園を見せてくれよ。次はお前の番だ。無惨は自分自身という最後に残ったオダクを消し去ることで、始まりの時代から続く善悪の闘争に終止符を打とうとしていた。決してブレない、どこまでも強く苛烈な男。悪を一掃するという誓いは生涯変わらず、さらに言うなら生涯不敗だ。ならば私なりのやり方でお前を拝そう。まさか卑怯とは言うまいな、父上。無惨が武の究極なら、サタナイルは知の究極だ。戦士と学者じゃ戦う土俵がそもそも違う。そういう意味で殺し合いという自分の土俵じゃ最後まで無敵だった無惨。一度も敗北しないまま生涯を終えた者は全時代を通しても彼しかいない。だけど長年憎み続けた恩敵を前にして殴り合いじゃ勝てないと即座に悟ったサタナイルも尋常じゃない。徹底した合理性と効率化の権化めいたこの男は役に立たない意地やプライドを全く持っていなかった。機械のようなという例えは定番かもしれないけど、歴代で一番非人間的なのはサタナイルだったと思う。だから明星、三代目の神となったサタナイルはそう呼ばれた。朝と夜を告げる現象のように自らを巨大なシステムに変えた男は真っ白な汚れなき世界を生む。あらゆる悪は無知より生じる。
わからないということがお前たちを怯えさせ愚かな行為に走らせるのだ。故に全てを共有しろ。お前とお前に違いはない。善は一なり、一は善なり。白く白く潮の純白に染まれ。明星の世界はどう表現したらいいのだろう。強いて言うなら軍隊社会、天国という名のディストピアか。全ての悪は無知から生まれる。わからないから怖くなって、怖いからこそ罪を犯す。その論法に異を唱えるつもりはないけれど、ではどうするかという点において明星の出した答えは恐ろしいほど簡潔だった。個の排除、害の消滅、要は個体差というものを全て消し去ってしまったのだ。容姿も思考も何もかも。僕は僕で君は君。別の人間だから違いがあって互いに何を考えているのかわからない。そのわからないということが問題なのだと断定して明星の浄化が始まった。彼を語る上で外せないのは神域に至るまでの潔癖さと合理性。無駄の一切を嫌う効率重視の精神は言ったように機械的で情というものが存在しない。僕は君で君は僕。みんな僕なら争いは起こらないと。確かにそうかもしれないけど、普通そんなことは誰もやらない。だから明星はまさしく神らしい神だった。宇宙の全てを自分の色に染め上げるという行為に最も忠実。自分が法で自分こそが真羅万象。やはりどこまでも傲慢な男で、人情の機微というものには最後まで無縁だった。全生物の軍隊化という所業は段階を踏んで行われたけど、それも一発勝負の急激変化に対する反動を懸念しただけ。さながらアップデートを繰り返すコンピューターのように、純白という終わらない絵を延々と描き続けた結果のことだ。水がきれいすぎると魚が住めないという言葉の通り、明星の世界はまさにそれで強烈な殺菌効果のある潮の牢獄そのものだった。この時代、この宇宙が続いていれば人の定義は変わっていたかもしれない。僕に人生というドラマを改めて考えさせたのは、そんな完璧に見える管理社会に破綻が訪れた日のことだった。私に未知を見せてくれ。明星のような男でさえミスをする。なんて儚い諸行無常。芝居は終わりだ。アクタエストファーブラ。振り返ってみるに原因はいくつか考えられる。一つは無残を排除する際に明星が時間逆行という技を使ったこと。あれによって時間軸の操作が肯定され、そこにつながる形でパラレルというものが生まれてしまった。第2に明星の方はアップデートを是としていること。それは堅固なシステムであると同時に致命バグの将来も起こしかねない。そして第3、無知を悪とし全知をもって楽園を作ったからこそ未知を求める狂しい渇望が生じてしまった。いたちごっこ。卵が先か鶏が先か、そんな概念の塊みたいな男が三代目の世界を終わらせたのだ。いや、明星自らが幕を引いたと言うべきかもしれない。なるほど、私は間違っていたか。是非もあるまい。次はお前だ。明星という神、ネロス・サタナエルに画集はない。なぜならそれは悪だから。絶対的な善と正しさを体現しようとした男は、自分のミスを前にした時、いともあっさり